手帳、泉鏡花。面白いな、面白いな。お天気が悪くって外へ出て遊べなくってもいいや。傘を着て蓑を着て、雨の降る中をびしょびしょ濡れながら橋の上を渡っていくのはイノシシだ。すげ傘を目深にかぶってしぶきに濡れまいと思って向かい風にうつむいているから顔も見えない。着ている蓑の裾が引きずって長いから足も見えないで歩いていく。背の高さは5尺ばかりあろうかな。イノシシとしては大きなものよ。大方イノシシん中の王様があんな三角なりの冠を着て町へ出てきて、そうして私のおっかさんの橋の上を通るのであろう。とこう思って見ていると、面白い、面白い、面白い。寒い日の朝、雨の降っている時、私の小さな自分、いつかでしたっけ、窓から顔を出して見ていました。おっかさん、面白いものが歩いていくよ。その時母様は私の手袋をこしらえていてくだすって。そうかい。何が通りました？イノシシ。そう。と言って笑っていらっしゃる。ありゃあ、イノシシだね。イノシシの王様だね、おっかさん。だって大きいんだもの。そして三角なりの冠を着ていました。そうだけれども、王様だけれども、雨が降るからね。びしょ濡れになってかわいそうだったよ。母様は顔を上げてこっちをお向きで、吹き込みますからお前もこっちへおいで。そんなにしていると着物が濡れますよ。戸を閉めよう母様ね、ここんところの。いいえ、そうして開けておかないとお客様が通っても端線を置いていってくれません。ずるいからね。引っこもって誰も見ていないとそそくさ通り抜けてしまいますもの。私はその時分には何にも知らないでいたけれども、おっかさんと二人暮らしはこの端線で立っていったので、一人前いくらかずつ取って渡しました。橋のあったのは町を少し離れたところで、土手に松の木が並んで植わっていて、橋のたもとにえのきが一本、しぐれえのきとかいうのであった。このえのきの下に箱のような小さな番小屋を建てて、そこに母様と二人で住んでいたので、橋は荒造りな、まるで間に合わせといったようなこしらえ方。杭の上へ板を渡して竹を欄干にしたばかりのもので、それでも5人や10人ぐらい一時に渡ったからって少し揺れはしようけれど折れて落ちるような気遣いはないのであった。ちょうど町のバスへに住んでるひようとり、土方、人足、それから三味線を弾いたり太鼓を鳴らして飴を売ったりするもの、越後獅子やら猿回しやら、つけ木を売るものだの、歌を歌うものだの、もっといよりだの、マッチの箱を内職にするものなんぞが、目抜きの町へ出て行く行き帰りにはぜひおっかさんの橋を通らなければならないので、100人と200人ずつ朝晩にぎやかな人通りがある。それからまた向こうから渡ってきてこの橋を越してバスへの汚い町を通り過ぎると野原へ出る。そこんところは梅林で、上の山が桜の名所で、その下に桃谷というのがあって、谷合の小流れにはあやめ、柿つばたがいっぱい咲く。
ほうじろ、山柄、ひばりなどがバラバラになって歌っているから、きれいな着物を着た問屋の娘だの、金持ちの隠居だの、ひさごを腰へ下げたり、花の枝を担いだりして、千鳥足で通るのがある。それは春のことで、夏になると涼みだと言って人が出る。秋は竹狩りに出かけてくる遊山をするのがみんなうちの橋を通らなければならない。この間も誰かと2、3人連れで学校のお師匠さんがうちの前を通って私の顔を見たから丁寧にお辞儀をすると「おや」と言ったきりで橋線を置かないで行ってしまった。ねえおっかさん、先生もずるい人なんかねと窓から顔を引っ込ませた。お心安立てなんでしょ。でもずるいんだよ。よっぽどそう言おうかと思ったけれど先生だと言うから、またそんなことで悪くとってお前が憎まれでもしちゃなるまいと思って黙っていました。と言い、おっかさんは縫っていらっしゃる。お膝の上に落ちていた一つの方の手袋の格好ができたのを、私は手に取って手のひらに当ててみたり、甲の上へ乗っけてみたり、おっかさん、先生はねえ、それでなくっても僕のことを可愛がっちゃくださらないのと訴えるように言いました。こう言った時に学校でなんだか知らないけれど私がものを言っても快く返事を押しでなかったり、拗ねたような剣鈍なような面白くない言葉をおかけであるのをいつでも情けないと思い思いしていたのを考え出して少し塞いできてうつむいた。なぜさ、何そういう様子の見えるのはつい4、5日前からで、その先にはちっともこんなことはありはしなかった。かえっておっかさんにそう言ってなぜだか聞いてみようと思ったんだ。けれど番小屋へ入るとすぐ飛び出して遊んで歩いて、帰るとご飯を食べて、そしちゃあ横になって母様の気高い美しい頼もしい温当な、そして少し痩せておいでの髪を束ねてしっとりしていらっしゃる顔を見て、何か話をしいしい、ぱっちりと目を開いているつもりなのが、いつかそのまんまで寝てしまって、目が覚めるとまたすぐ支度を済まして学校へ行くんだもの。そんなこと言ってる暇がなかったのが、雨で閉じこもって寂しいので思い出した。ついでだから聞いたので。なぜだって、なんなの。この間ね、先生が修身のお話をしてね、人はなんだから世の中に一番偉いものだってそう言ったの。おっかさん、違ってるわね。ね、違ってるわおっかさん。ともみくちゃにしたので、びっくりしてぴったり手をついて畳の上で手袋を下ろした。横にシワが寄ったから引っ張って、だから僕そう言ったんだ。いいえ、あの先生そうではないの。人も猫も犬もそれから熊もみんな同じけだものだって。なんとおっしゃったね。バカなことをおっしゃいって。そうでしょう。それからだって犬や猫が口を聞きますか、物を言いますかってそういうの。言います。スズメだってチッ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 って、おっかさんとお父さんと子供と友達とみんなでお話をしてるじゃありませんか。僕眠い時、うっとりしてる時なんぞは耳んとこに来てチッチッチッって何か言って聞かせますのってそう言うとね、つまらないそりゃさえずるんです。ものを言うのじゃなくってさえずるの。だから何を言うんだかわかりますまいって聞いたよ。
僕ね、だってもね先生、人だって大勢でみんなが体操場で天然に何か言ってるのを遠くのところで聞いていると、何を言っているのかちっともわからないで、ザーザーって流れている川の音と同じで僕わかりませんもの。それから僕のうちの橋の下を船漕いで行くのがなんだか歌っていくけれど、何を言うんだか、やっぱり鳥が声を大きくして長く引っ張って鳴いてるのと違いませんもの。ずっと川下の方でほーほーって呼んでるのは、あれは人なんか犬なんかわかりませんもの。スズメだってシジュウカラだって軒だのえのきだのに止まってないで、僕と一緒に座って話したらみんなわかるんだけれど、離れてるから聞こえませんの。だってそっとそばへ行って僕お話ししようと思うと、みんな立って行ってしまいますもの。でも今に大人になると遠くでいてもわかりますって、小さい耳だからたくさんいろんな声が入らないのだって、おっかさんが僕赤さんであった時分から言いました。犬も猫も人間も同じだって。ねえおっかさん、だねおっかさん。今にみんなわかるんだね。おっかさんはにっこりなすって、ああ。それで何かい？先生が腹をお立ちのかい？そればかりではなかった。私の子供心にも、あれ先生が嫌な顔をしたなと、こう思って取ったのは、まだも少しいろんなことを言い合ってからそれから後のことで。はじめは先生も笑いながら、まああなたがそう思っているのならしばらくそうしておきましょう。けれども人間には知恵というものがあって、これには他の鳥だの獣だのという動物が企て及ばないということを私が歌詞に住まっているからって例を挙げてお諭しであった。釣りをする、網を打つ、鳥を刺す。みんな人の知恵で何も知らない、わからないから釣られて刺されて食べられてしまうのだと、こういうことだった。そんなことは私聞かないで知っている。朝晩見ているもの。橋を挟んで川を遡ったり流れたりして流れ網をかけて魚を取るのが、川ん中に手あぐらかいてブルブル震えて突っ立ってるうちは顔のある人間だけれど、空と言って水に潜ると逆さになって水くぐりをしいし5分間ばかりも泳いでいる足ばかりが見える。その足の格好の悪さと言ったらない。美しい金魚の泳いでいる尾ひれの姿や、ピラピラと水銀色を輝かして跳ねて上がる鮎なんぞの立派さには、まるで比べ物になるのじゃない。そうしてあんな水浸しになって大川の中から足を出してる。こんな人間がありますものか。で、人間だと思うとおかしいけれど、川ん中から足が生えたのだと、そう思って見ていると面白くってちっとも嫌なことはないので、つまらない見せ物を見に行くよりずっとましなのだって。おっかさんがそうお言いだから、私はそう思っていますもの。それから釣りをしてますのはね先生と、またその時先生にそう言いました。あれは人間じゃない、キノコなんで。ごらんなさい。片手懐ってぬーっと立って傘をかぶってる姿というものは、土手の上に一本しめじが生えたのに違いません。夕方になってひょろ長い影がさして、薄暗いネズミ色の立ち姿にでもなるとますますしめじで、ずっと遠い遠いところまで人並びに
10人も30人も、小さいのだの大きいのだの、短いのだの長いのだの、一番橋手前のを頭にして、盛り地は毎日5、60歩もできるので、またあっちこっちに5、6人ずつも一塊になってるのは、千本しめじって、草々に生えているそれは小さいのだ。木だの草だのだと、風が吹くと動くんだけれど、キノコだから、キノコだからゆっさりともしませぬ。これが知恵があって釣りをする人間でちっとも動かない。その間に魚はみんなで悠々と泳いで歩いていますわ。また知恵があるっても口を聞かれないから鳥と比べっこすりゃ五分五分のがある。それは鳥刺しで。5日中見たことがありました。よそのおじさんの鳥刺しが来て私んところの橋の詰めでえのきの下で立ち止まって6本目の枝の先にかわいいホウジロがいたのを竿でもって狙ったからあらあらってそう言ったらし黙って黙って怖い顔をして私をねめたから後じさりをしてそっと見ていると息もしないでじっとして石のように黙ってしまってこう末身になって中空を貫くようにじりっと竿を伸ばして狙ってるのにホウジロは何にも知らないでチッ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 って言って面白そうに何か言って喋っていました。それをとうとうつっついて刺して取ると竿の先でくるくると舞ってまだ激しく声を出して泣いているのに知恵のあるおじさんの鳥刺しは黙って土壌づかみにして腰の袋の中へねじり込んでそれでもまだ黙って物も言わないでのっそり言っちまったことがあったんでホウジロは知恵のある鳥刺しに取られたけどさえずってましたもの。物を言っていましたもの。おじさんはだんまりでそばに見ていた私までものを言うことができなかったんだもの。何も比べっこしてどっちが偉いとも分かりはしないって。何でもそんなことを言ったんで本当に私そう思っていましたから。でもそれを先生が怒ったんではなかったらしい。でまだまだいろんなことを言って人間が鳥や獣より偉いものだとそう言ってお諭しであったけれど海ん中だの山奥だの私の知らないわからないところのことばかり例えに引いて言うんだから口答えはできなかったけれどちっともなるほどと思われるようなことはなかった。だって私おっかさんのおっしゃること嘘だと思いませんもの。私のおっかさんが嘘を言って聞かせますものか。先生は同じクラスの子供たちを30人も40人も一人で可愛がろうとするんだし、母様は私一人可愛いんだからどうして先生の言うことは私を騙すんでも母様が言ってお聞かせのは決して違ったことではないとそう思ってるのに先生のはまるで母様のと違ったことを言うんだから振幅はされないじゃありませんか。私がうなずかないので先生がまたそれではみんなあなたの思っている通りにしておきましょうけれども木だの草だのよりも人間が立ち勝った立派なものであるということはいかなあなたにでもわかりましょう。まずそれを土台にしてお話をしようからって聞きました。わからない。私そうは思わなかった。おっかさん。だって先生より花の方が美しゅうございますってそう言ったの僕本当にそう思ったの。お庭にねちょうど菊の花の咲いているのが見えたから
先生は即発に言った。色の黒いなりの低い頑丈なでくでく太った女の方で、私がそう言うと顔をあこうした。それから急につっけんどんな物言い押しだから、大方それが腹をお立ちの原因であろうと思う。おっかさん、それで怒ったの？そうなの？母様はガッテンガッテンをなすって、おお、そんなことを坊やお前言いましたか。そりゃあお道理だと言って笑顔をなすったが、これは私のいたずらをして母様のおっしゃることを聞かないとき、ちっとも叱らないで怖い顔しないでにっこり笑ってお店のそれと変わらなかった。そうだ、先生の怒ったのはそれに違いない。だって嘘を言っちゃなりませんって、そういつでも先生は言うくせにな。本当に僕、花の方がきれいだと思うもの。ねえ母様、お屋敷の坊ちゃんの青だの紫だの混じった着物より花の方が美しいってそういうのね。だもの、先生なんざ。あれ、だってもね、そんなこと人の前で言うのではありません。お前と母様のほかにはこんないいこと知ってるものはないのだから。わからない人にそんなことを言うと怒られますよ。ただね、そう思っていればいいのだから言ってはなりませんよ。いいかい？そして先生が腹を立ってお憎みだってそう言うけれど、何？そんなことがありますものか。それはみんなお前がそう思うからで、スズメだって絵をやって拾ってるのを見て嬉しそうだと思えば嬉しそうだし、宝次郎がおじさんに刺された時、悲しい声と思ってみればヒーヒーって泣いたように聞こえたじゃないか。それでも先生が怖い顔をしておいでなら、そんなものは見てないで、今お前が言ったその美しい菊の花を見ていたらいいでしょう。ね。そして何かい？学校のお庭に咲いてるのかい？ああ、たくさん。じゃあ、その菊を見ようと思って学校へおいで。花はね、ものを言わないから耳に聞こえないでも、その代わり目には美しいよ。もう一つ不平なのはお天気の悪いことで、表にはなかなか雨が止みそうにもない。また顔を出して窓から川を見た。さっきは雨足がしげくってまるで薄墨で吐いたよ。土手だの石垣だのじゃかごだの中州に草の生えたところだのがぽっちりぽっちりあちらこちらに黒ずんでいて、それで湿っぽくって暗かったから見えなかったが、少し晴れてきたから物の濡れたのがみんな見える。遠くの方に土手の下の石垣の中ほどに置物のようになってかしこまって猿がいる。この猿は誰が持ち主というのでもない。細引きの麻縄で棒食いに結わえつけてあるので、しめじ竹が腰弁当の握り飯を半分やったり、坊ちゃんだのばあやだのがたもとの菓子を分けてやったり、赤い着物を着ているみーちゃんの紅すずめだの、青い羽織を着ている吉公の目白だの、それからお屋敷のカナリアのひいさんなんぞが、みんなでからかいに行っては、花を持たせる、手ぬぐいをかぶせる、水鉄砲を浴びせるという好きなおもちゃにして、その代わり何でも食べるものを分けてやるので、誰と言って決まって世話をする飼い主はないのだけれど、猿の飢えることはありはしなかった。
時々いたずらをしてその紅スズメの頭の毛をむしったりカナリアをひっかいたりすることがあるので、あの猿松がいてはうっかり可愛らしい小鳥を手放しにして表へ出してはおけない、誰か見張ってでもいないと検問だからってちょいちょい縄を解いて話してやったことが幾度もあった。話すが早いか、猿は方々を駆けずり回って勝手放題な道楽をする。夜中に月が明るい時、寺の門を叩いたこともあったそうだし、人の繰り屋へ忍び込んで鍋の大きいのと飯びつを大屋根へ持って上がって手づかみで食べたこともあったそうだし、ひらひらと青い中から赤い切れのこぼれている美しい鳥のたもとを引っ張ってはるかに見える山を指さして気絶させたこともあったそうなり、私の覚えてからも一度誰かが縄を切ってやったことがあった。その時はこのしぐれえのきの枝の両股になっているところに仰向けに寝転んでいて、カラスの足を捕まえた。それからビクに入れてあるあのしめじたけがつったハゼをぶちまけて、散々悪ふざけをした挙句が、橋の爪の浮世床のおじさんに捕まって、額の毛を真四角に挟まれた。それで堪忍をしておっぱなしたんだそうだのに、夜が明けてみると、またいつものところに、棒食いにちゃんと祝えてあった。じゃかごの上の石垣の中ほどで、上の土手には柳の切り株があるところ。また始まった。この通りに猿を捕まえてここに縛っとくのは誰だろう誰だろうって、ひとしきり騒いだのを私は知っている。で、この猿には出どころがある。それはおっかさんがご存知で私にお話しなすった。8、9年前のこと。私がまだおっかさんのお腹の中に小さくなっていた時分なんで、正月、春の初めのことであった。今はただ広い世の中に母様とやがて私のものと言ったら、この番小屋と狩り橋のほかにはないが、その時分はこの橋ほどのものは屋敷の庭の中の一つの眺めに過ぎないのであったそうで、今町の人が春夏秋冬遊山に来る桜山も桃谷もあの梅林もあやめの池もみんなおとっさんので、ほうじろだの目白だの山柄だのがこの窓から土手の岸や柳の元やじゃかごの上にいるのが見える。その体の色ばかりがそれである小鳥ではない。本当の可愛らしい美しいのがちょうどこんな具合に朱塗りの欄干のついた2階の窓から見えたそうで、今日はまだおいではないが、こういう雨の降って寂しい時なぞはその頃のことをいつでも言ってお聞かせだ。今ではそんな楽しい美しい花園がない代わり、前に橋線を受け取るざるの置いてあるこの小さな窓から風変わりなイノシシだの、奇大なキノコだの、不思議な猿だの、まだその他に人の顔をした鳥だのけだものがいくらでも見えるから、ちっとは思い出になると言っちゃあの笑顔を推しなので、私もそう思ってみるせいか、人が歩いて行くとき片足を上げたところは一本足の鳥のようで面白い。人の笑うのを見ると、けだものが大きな赤い口を開けたよと思って面白い。みーちゃんがものを言うと、おや、小鳥がさえずるかと、そう思っておかしいのだ。で、何でも面白くっておかしくって吹き出さずにはいられない。だけれど
今しがたもおっかさんがお言いの通り、こんないいことを知ってるのはおっかさんと私ばかりで、どうしてみーちゃんだの吉公だのそれから学校の女の先生なんぞに教えたってわかるものか。人に踏まれたり蹴られたり後足で砂をかけられたり、いじめられて苛まれて煮え湯を飲ませられて、砂を浴びせられて鞭打たれて、朝から晩まで泣き通しで、喉が枯れて血を吐いて消えてしまいそうになっているところを、人に高みで見物されて面白がられて笑われて慰みにされて嬉しがられて、目が血走って髪が動いて唇が破れたところで、悔しい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 、畜生め、けだものめと始終そう思って5年も8年も経たなければ本当にわかることではない、覚えられることではないんだそうで、お亡くなすったお父っさんとこのおっかさんとが聞いても身震いがするようなそういうひどい目に、苦しい痛い苦しいつらい残酷な目にあって、そうしてようようお分かりになったのをすっかり私に教えてくだすったので、私はただ母ちゃん母ちゃんって言っておっかさんの肩をつかまえたり、膝に乗っかったり、針箱の引き出しを混ぜっ返したり、物差しを回してみたり、お仕事の着物を頭からかぶってみたり、叱られて逃げ出したりしていて、それでちゃんと教えていただいて、それをば覚えて分かってから、何でも鳥だのけだものだの草だの木だの虫だのキノコだのに人が見えるのだから、こんなに面白い結構なことはない。しかし私にこういういいことを教えてくだすった母様は、とそう思うときは防ぎました。これはちっとも面白くなくって悲しかった。もったいないとそう思った。だって母様が、おろそかに聞いてはなりません。私がそれほどの思いをして、ようようお前に教えられるようになったんだから、うかつに聞いていては罰が当たります。人間も鳥獣も草木も昆虫類も、みんな形こそ変わっていても同じほどのものだということをと、こうおっしゃるんだから。私はいつも手をついて聞きました。で、はじめのうちはどうしても人が鳥やけだものとは思われないで、優しくされれば嬉しかった。叱られると怖かった。泣いてるとかわいそうだった。そうしていろんなことを思った。その度にそう言って母様に聞いてみると、何、みんな鳥がさえずってるんだの、犬が吠えるんだの、猿が歯をむくんだの、木が身震いをするんだのとちっとも違ったことはないってそうおっしゃるけど、やっぱりそうばかりは思われないで、いじめられて泣いたり、撫でられて嬉しかったりシーシーしたのを、その都度母様に教えられて、今じゃもう何とも思っていない。そうしてまだ、ああ濡れては寒いだろう、冷たいだろうと、先のように雨に濡れてびしょびしょ行くのを見ると気の毒だったり、釣りをしている人が面白そうだとそう思ったりなんぞしたのが、この節じゃもうただ変なキノコだ、妙なイノシシだと、おかしいばかりである、面白いばかりである、つまらないばかりである、みっともないばかりである、バカバカしいばかりである。それからみーちゃんのようなのはかわいらしいのである。吉公のようなのは美しいのである。
けれどもそれは紅スズメが美しいのと目白が可愛らしいのとちっとも違いはせぬので、美しい可愛らしい、美しい可愛らしい。また憎らしいのがある、腹立たしいのも他にあるけれども、それもある場合に猿が憎らしかったり鳥が腹立たしかったりするのと変わりはないので、せずれば皆おかしいばかり。やっぱり吹き出す種なんで、別に取り留めたことがありはしなかった。で、つまり情を動かされて悲しむ、憂うる、楽しむ、喜ぶなどいうことは、時により場合においてのおっかさんばかりなので、よそのものはどうであろうとちっとも心にはかけないように、日増しにそうなってきた。しかしこういう心になるまでには、私を教えるために毎日毎晩見るもの、聞くものについておっかさんがどんなに苦労をなすって丁寧に親切に開かないで熱心に年頃に噛んで含めるようになすったかもしれはしない。だもの、どうして学校の先生をはじめよそのものが少々ぐらいのことでわかるものか。誰だってわかりやしません。ところがおっかさんと私とのほか知らないことをもう一人他に知ってるものがあるそうで、始終おっかさんが言ってお聞かせの。それはあそこに置物のようにかしこまっているあの猿の元の飼い主であったじいさんの猿回しだと言います。さっき私が言った猿に出どころがあるというのはこのことで、まだ私がおっかさんのお腹にいた自分だってそう言いましたっけ。初午の日、おっかさんが腰元を2人連れて町のうたつの方の天神様へお参りなすって晩方帰っていらっしゃった。ちょうど川向こうの今猿のいるところで土手の上のあの柳の切り株に腰をかけて猿の控え綱を握ったなり、うつむいて小さくなって肩で息をしていたのがその猿回しのじいさんであった。大方今の紅スズメのその姉さんだの、ホウジロのその兄さんだのであったろうと思われる。男だの女だの7、8人寄ってたかって猿にからかってキャーキャー言わせてわーわー笑って手を打って喝采して面白がっておかしがって散々慰んで、そら菓子をやるわ、みかんを投げろ、餅を食べさすわってみんなでどっさり猿にごちそうをして暗くなるとどやどや言っちまったんだ。でじいさんをいたわってやったものはただの一人もなかったと言います。哀れだとお思いなすって、おっかさんがお足を恵んでショールを着せておやんなすったら、じいさん涙を落として拝んで喜びましたって。そうして、ああ奥様私はけだものになりとうございます。あいつらみんな畜生で、この猿めが仲間でござりましょう。それで手前たちの同類に物を食わせながら、人間一匹の私には目をかけぬのでござりますと、そう言ってあたりを睨んだ。おそらくこのじいさんならわかるであろう。いやわかるまでもない。人がけだものであることを言わないでも知っていようと、そう言っておっかさんがお聞かせなすった。うまいこと知ってるなじいさん。じいさんとおっかさんと私と3人だ。その時じいさんがそのまんまで控え綱をそこんところの棒食いに縛りっぱなしにして猿を売っちゃって行こうとしたので、友の女中が口を出して
どうするつもりだって聞いた。おっかさんもまたそばから、まあ捨て子にしてはかわいそうではないかってお聞きなすったら、じいさんニヤニヤと笑ったそうで、はい、いいえ大丈夫でござります。人間をこうやっといたら上も小声もしようけれど、けだものでござりますから、今に長い目でごろうじまし。こいつはもう決してひもじい目に遭うことはござりませぬから。とそう言って重ね重ね恩を謝して別れてどこかへ行っちまいましたって。果たして猿は飢えないでいる。もう今ではよっぽどの年であろう。すりゃ猿のじいさんだ。道理で功を経たものの分かったような、そうして生真面目でケロリとした妙な顔をしているんだ。見える見える。雨の中にちょこなんと座っているのが手に取るように窓から見えるわ。朝晩見慣れて珍しくもない猿だけれど、今こんなことを考え出していろんなことを思ってみると、またことに物懐かしい、あのおかしな顔早く行ってみたいなとそう思って、窓に手をついて伸び上がってずっと肩まで出すと、しぶきがかかって目の縁がひやりとして冷たい風が頬をなでた。その時狩り橋がガタガタいって川面の小ぬか雨をすくうように吹き乱すと、流れが黒くなってさっと出た。と一緒に向こう岸から橋を渡ってくる洋服を着た男がある。橋板がまたがったりがったりいって次第に近づいてくる。ネズミ色の洋服でボタンを外して胸を開けてけばけばしゅう襟飾りを出したでっぷり紳士で、胸が小さくって下っ腹の方がずぬけに弾んで膨れた。足の短い、靴の大きな、帽子の高い、顔の長い、鼻の赤い。それは寒いからだ。そうして大股にそのたくましい靴を片方ずつやり違いに上げちゃ歩いてくる。靴の裏の赤いのがぽっかりぽっかりと一つずつこっちから見えるけれど、自分じゃそのつま先も分かりはしまい。何でもあんなに腹の膨れた人はへそから下、膝から上は見たことがないのだとそう言います。あらあら、直帰に靴を履いたものが転がってくるぜと思ってじっと見ていると、橋の真ん中あたりへ来て鼻眼鏡を外した。しぶきがかかって曇ったと見える。で、隠しからハンケチを出して拭きにかかったが、コウモリ傘を片手に持っていたから手を開けようとして、喉と肩の間へ柄を挟んでうつむいて玉を拭いかけた。これは今までに幾度も私見たことのある人で、何でも子供の時は物見高いから、そらばあさんが転んだ、花が咲いたと言って、五六人人だかりのすることが目の及ぶところにあれば、必ず立ってみるが、どこによらず、場所は限らない、すべて50人以上の人が集会した中には、必ずこの紳士の立ち混じっていないということはなかった。見るたびに、いつも旗の者を誰かしら捕まえて、尻上がりの済ました調子で、何かものを言っていなかったことはほとんどない。それに人から聞いていたことはかつてないので、いつでも自分で聞かせている。が、聞くものがなければ、一人で、と言ったような、承知したようなことを、独り言のようではなく、聞かせるように言ってる人で、母さんもご存知で、
あれは博士ぶりというのであるとおっしゃった。けれどもぶりでは確かにない。あの腹の膨れた様子といったらまるでアンコウに似ているので、私は影じゃアンコウ博士とそう言いますわ。この間も学校へ参観に来たことがある。その時も今かぶっている高い帽子を持っていたが、なんだってまたあんなど外れの帽子を着たがるんだろう。だって眼鏡を拭こうとしてコウモリ傘をお互いで押さえてうつむいたと思うと、ほらほら帽子が傾いて重みで沈み出して、見てるうちにすっぽり赤い花の上へかぶさるんだもの。眼鏡を外した上へ帽子がかぶさって目が見えなくなったんだから驚いた。顔中帽子、ただ口ばかりがその口を赤く開けて、慌てて顔を振り上げて帽子を揺り上げようとしたから、コウモリ傘がばったり落ちた。落っこちると勢いよく3つばかりくるくると舞った間に、アンコウ博士は5つばかりおまわりをして、手を伸ばすとひょいと横殴れに風を受けて、斜めに飛んではるか川下の方へ憎らしく落ち着いた風でゆったりしてふわりと落ちると、たちまち矢のごとくに流れ出した。博士は片手で眼鏡を持って片手を帽子にかけたまま、激しく急にほとんど数える暇がないほど靴の裏で虚空を踏んだ。橋がガタガタと動いてなった。おっかさん、おっかさん、おっかさんと私は足踏みした。あいと静かにお言いなすったのが後ろに聞こえる。窓から見たまま振り向きもしないで咳き込んで、あらあら流れるよ。鳥かいけだものかいと極めて平気でいらっしゃる。コウモリなの。カラカサなの。あらもう見えなくなった。ほらね、流れっちまいました。コウモリですと、ああ、落っことしたの。かわいそうに。と思わず短足をしてつぶやいた。おっかさんは笑みを含んだお声でもって、レンや、それはね、雨が晴れる知らせなんだよ。この時、猿が動いた。一回りくるりと輪に回って前足をついて、棒食いの上へ登ってお天気を見るのであろう。仰向いて空を見た。晴れると今に行くよ。おっかさんは嘘をおっしゃらない。博士はしきりに指差ししていたが、口が聞けないらしかった。で一山にかけてきて、黙って小屋の前を通ろうとする。おじいさん、おじいさんと厳しく呼んでやった。追いかけて、橋線を置いていらっしゃいおじさんとそう言った。なんだ、一通りの声ではない。さっきから口が聞けないので、あの膨れた腹にいっぱい、硬くなるほど詰め込みしておいた声を、紙鉄砲をぶつように弾き出したものらしい。で、赤い鼻をうつむけて額越しににらみつけた。何かと今度は応用である。私は返事をしませんかった。それは驚いたわけではない。怖かったわけではない。アンコウにしては少し顔がそぐわないから何にしよう。何に似ているだろう。この赤い鼻の高いのに、先の方が少し垂れ下がって、上唇におっかぶさってる具合といったらない。魚よりけだものより、むしろ鳥の端によく似ている。スズメか山柄か。そうでもない、それでもないと考えて、七面鳥に思い当たったとき、生ぬるい音調で、バーカめ、と言い捨てにして、沈んでくる帽子を揺り上げて行こうとする。
あなたとおっかさんがきっとした声でおっしゃって、お膝の上の糸くずを細い白い指の先で2つ3つ弾き落として、すっと出て窓のところへお立ちなすった私を大きなさらんではいけません。と言ったがじれったそうに、俺はなんじゃが、知らんのか。誰ですあなたは。と冷ややかで、私こんなのを聞くとすっきりする。目の先に見える気に食わないものに水をぶっかけて頭から洗っておやんなさるので、いつでもこうだ、極めていい。あんこうは腹をブクブクさして肩をゆすったが、隠しから名刺を出してざるの中へまっすぐにうやうやしく置いて、こういうものじゃ、これじゃ、俺じゃ、と言って肩書きのところを指さした。恐ろしく短い指で金の指輪の太いのをはめている。手にも取らないで口の中に小声にお読みなすったのが、市内衛生会委員教育談話会幹事生命保険会社社員一六会会長美術奨励会理事大野喜太郎。この方ですか。と言ったとき、ふっくりした鼻の先がふらふらして手で胸にかけた。なんだか気性をはじいた後で、わかったかね。今度は優しい声でそう言ったまま、また行きそうにする。いけません。お払いでなきゃ、後へお帰んなさい。先生、妙な顔をして、ぼんやり立ってたが、少し向きになって、細かいのがないんじゃから。お釣りを差し上げましょう。おっかさんは帯の間へ手をお入れ遊ばした。おっかさんは嘘をおっしゃらない。博士が橋線を置いて逃げてゆくと、しばらくして雨が晴れた。橋も蛇かごもみんな雨に濡れて、黒くなって明るい日中へ出た。えのきの枝からは時々ハラハラと雫が落ちる。中流へ日が差して見つめているとまばゆいばかり。母様、遊びに行こうや。この時ハサミをおとんなすって。ねえ、出かけたっていいの、晴れたんだもの。いいけれど、蓮や、お前また、あんまりお猿にからかってはなりませんよ。そういい塩梅に、美しい羽の生えた姉さんがいつでもいるんじゃありません。またおっこちようもんなら、ちょいと見向いて、涼しい目でご覧なすって、にっこりしておうつむきでせっせと縫っていらっしゃる。そうそうそうだった。ほら今ほっぺたをかいて、むくむく濡れた毛からいきりを立てて日向ぼっこをしている。憎らしいったらない。今じゃもう半年も経ったろう。暑さのとっつきの晩方ごろで、いつものように遊びに行って人が頭を撫でてやったものを、強畜悪ふざけをしてキッキッと歯をむいて、引っかきそうな剣幕をするからびっくりして飛びのこうとすると、前足で捕まえた。離さないから力を入れて引っ張り合った弾みであった。左のたもとがビリビリと裂けてちぎれて取れた。弾みを食って踏みしめた足が、ちょうど雨上がりだったからたまりはしない。石の上へ滑ってずるずると川へ落ちた。わっといった顔へ一波かぶって、息を引いて仰向けに沈んだから、面食らって立とうとするとまた倒れて、目がくらんで、あっとまた息を引いて、苦しいので手をもがいて、
体を動かすとただドブンドブンと沈んでいく。情けないと思ったら、うちにおっかさんの座っていらっしゃる姿が見えたので、また勢いづいたけれどやっぱりドブンドブンと沈むから、どうするのかなと落ち着いて考えたように思う。それから何のことだろうと考えたようにも思われる。今に目が覚めるのであろうと思ったようでもある。なんだかぼんやりしたが、にわかに水ん中だと思って叫ぼうとすると、水を飲んだ。もうダメだ。もういかんと諦める途端に胸が痛かった。それから悠々と水を吸った。すると、うっとりしてなんだかわからなくなったと思うと、はっと糸のような真っ赤な光線がさして、一幅明るくなった中にこの体が包まれたので、ほっと息をつくと、山の葉が遠く見えて、私の体は土を離れて、その頂より上のところに冷たいものに抱えられていたようで、大きな美しい目が濡れ髪をかぶって私の頬のところへくっついたから、ただすがりついてじっとして目を眠った覚えがある。夢ではない。やっぱり片袖なかったもの、そして川へ落っこちて溺れそうだったのを救われたんだって、おっかさんのお膝に抱かれていてその晩聞いたんだもの。だから夢ではない。一体助けてくれたのは誰ですって母様に問うた。私がものを聞いて返事に躊躇なすったのはこの時ばかりで、またそれはイノシシだとか狼だとか狐だとかホウジロだとかヤマスズメだとかアンコウだとかサバだとかウジだとかケムシだとか草だとか竹だとか松茸だとかしめじだとかお言いでなかったのもこの時ばかりで、そして顔の色をお変えなすったのもこの時ばかりで、それに小さな声でおっしゃったのもこの時ばかりだ。そして母様はこうお言いであった。蓮や、それはね、大きな五色の羽があって天井に遊んでいる美しい姉さんだよ。鳥なのおっかさん。とそう言って、その時私が聞いた。これにも母様は少し口ごもっておいでであったが、鳥じゃあないよ。羽の生えた美しい姉さんだよ。どうしてもわからんかった。うるさく言ったら、しまいにゃお前にはわからないとそうお言いであったのを、また押し返して聞いたら、やっぱり羽の生えた美しい姉さんだってば。それで仕方がないから聞くのはよしてみようと思った。その美しい羽の生えたもの見たくなって、どこにいますどこにいますってせっついても、知らないとそう言ってばかりおいでであったが、毎日毎日あまりしつこかったもんだから、とうとう世になさそうなお顔つきで、鳥屋の前にでも行って見てくるがいい。そんならわけはない。小屋を出て2丁ばかり行くと、坂の折り口に一軒鳥屋があるので、木陰も何にもない、お天気のいい時、明るい明るい小さな店で、町屋の軒並びにあった。オウムなんざくるっとしたつゆの足りそうな小さな目で、あれで瞳が動きますよ。毎日毎日言っちゃ立っていたので、しまいにゃ顔見知りで私の顔を見てうなずくようでしたっけ。でもそれじゃない。コマはね、竹の高いかごん中を
下から上へ飛んで、すがって、ひょいと逆さに腹を見せて、熟死の落っこちるようにぽたりと落ちて、絵をつついて私をば構いつけない。ちっとも気にかけてくれようとはしなかった。それでもない。みんな違ってる。羽の生えた美しい姉さんはいないのって一緒に立った人を捕まえちゃ聞いたけれど、笑うものやらあざけるものやら、聞かないふりをするものやら、つまらないとけなすものやら、バカだというものやら、番小屋のカカアに似てこいつもどうかしていらというものやら、みんなけだものだ。羽の生えた美しい姉さんはいないのって聞いたとき、にっこり笑って、両方から左右の手で応用に私の頭をなでていった。それは一様に平車のズボンを履いた二人の騎兵で、聞いたとき、にっこり笑って、両方から左右の手で応用に私の頭をなでて、そして手を引き合って黙って坂を登っていった。長靴の音がぽっくりして、銀の剣の長いのがまっすぐに二つ並んで輝いて見えた。そればかりであとは皆バカにした。5日ばかり学校から帰っちゃその足で鳥屋の店へ行ってじっと立って奥の方の暗い棚の中でコトコトと音をさしているその鳥まで見覚えたけれど羽の生えた姉さんはいないのでぼんやりしてぼーっとして本当に少しバカになったような気がし、日が暮れると帰りした。で、とても鳥屋にはいないものと諦めたが、どうしても見たくってならないので、また母様にねだって聞いた。どこにいるの？羽の生えた美しい人はどこにいるのって。なんとお言いでも聞き分けないものだから、母様が、それでは、林へでも裏の田んぼへでも行ってみておいで。なぜって天井に遊んでいるんだからかごの中にいないのかもしれないよ。それから私梅林のあるところに参りました。桜山と桃谷とあやめの池とあるところで。しかしそれはただ青葉ばかりであやめの短いのが群がってて、水の色の黒い自分、ここへも2日3日続けて行きましたっけ。小鳥は見つからなかった。カラスがたんといた。あれがカーカー鳴いて、ひとしきりして静まると、その姿の見えなくなるのは、大方その羽で日の光を隠してしまうのでしょう。大きな羽だ。まことに大きい翼だ。けれどもそれではない。日が暮れかかると、あっちに一並び、こっちに一並び、横縦になって梅の木が飛び飛びに暗くなる。枝枝の中の水田の水がどんよりしてよどんでいるのに、際立って真っ白に見えるのは詐欺だった。2は一ところに、と3は一ところに、と言って、そして1羽が6尺ばかり空へ、斜めに足から糸のように水を引いて立って上がったが、音がなかった。それでもない。蛙が一斉に鳴き始める。森が暗くなって山が見えなくなった。宵月の頃だったのに、曇ってたので、星も見えないで、陰々として、一面に物の色が灰のように潤んでいた。カエルがしきりに鳴く。青いで高いところに、種の欄干のついた窓があって、そこが
おっかさんの家だったと聞く。仰いで高いところに朱の欄干のついた窓があって、そこから顔を出すその顔が自分の顔であったんだろうにとそう思いながら、破れた柿の穴んとこに腰をかけてぼんやりしていた。いつでもあの羽の生えた美しい人を訪ねあぐむその昼のうち、精神の疲れないうちはいいんだけれど、度が過ぎてそんなに遅くなるといつもこうめいってしまって、なんだか人に離れたような、世間に遠ざかったような気がするので、心細くもあり、裏悲しくもあり、おぼつかないようでもあり、恐ろしいようでもある。嫌な心持ちだ。嫌な心持ちだ。早く帰ろうとしたけれど、気が重くなって、そのくせ神経は鋭くなって、それでいて一人でにあくびが出た。あれ、赤い口を開いたんだなと自分でそう思ってびっくりした。ぼんやりした梅の枝が手を伸ばして立ってるようだ。あたりを見回すと真っ暗で、遠くの方で、ほー、ほーって呼ぶのは何だろう。冴えた通る声で、野杖を押し広げるように、鳴く。トン、トン、トン、トンと、小玉に当たるような響きが遠くから来るように聞こえる鳥の声は、フクロウであった。一つではない。二つも三つも。私に何を話すのだろう。私に何を話すのだろう。鳥がものを言うと、ぞっとして身の毛がよだった。本当にその晩ほど怖かったことはない。蛙の声がますます高くなる。これはまた行産な、何百、どうして、幾千といて泣いているので、幾千の蛙が一つ一つ目があって、口があって足があって体があって水の中にいて、そして声を出すのだ。一つ、一つとはなないた。寒くなった。風が少し出て、木がゆっさり動いた。蛙の声がますます高くなる。いても立ってもいられなくって、そっと動き出した。体がどうにかなってるようで、すっと立ちきれないでつくばった。裾が足にくるまって、帯が少し緩んで、胸が開いて、うつむいたまま頭が座った。ものがぼんやり見える。見えるのは目だとまた震えた。震えながらそっと大事に内緒で手首をすくめて自分の体を見ようと思って左右へ袖を開いたとき、もう思わずキャッと叫んだ。だって私が鳥のように見えたんですもの。どんなに怖かったろう。この時、後ろからおっかさんがしっかり抱いてくださらなかったら私、どうしたんだか知れません。それは遅くなったから見に来てくだすったんで、泣くことさえできなかったのが、おっかさんと言って離れまいと思って、しっかりしっかり、しっかり、襟んところへかじりついて、仰向いてお顔を見たとき、ふっと気がついた。どうもそうらしい。羽の生えた美しい人は、どうも母様であるらしい。もう鳥屋には行くまい。分けてもこの
恐ろしいところへと、その後ふっつり。しかし、どうしてもどう見ても、母様に美しい五色の羽が生えちゃいないから、またそうではなく、他にそんな人がいるのかもしれない。どうしてもはっきりしないで疑われる。雨も晴れたり、ちょうど石原も滑るだろう。おっかさんはああおっしゃるけれど、わざとあの猿にぶつかって、また川へ落ちてみようかしら。そうすりゃ、また引き上げてくださるだろう。見たいな、羽の生えた美しい姉さん。だけれども、まあいい。おっかさんがいらっしゃるから。母様がいらっしゃったから。